はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、コゾイ D1 1DD モデルです。見た目がすごく綺麗だね。中身はどうなのかな？結論から言うと、かなり真面目な作りだよ。コゾイは数年前に超小型のデックをいち早くリリースして、マニアの間で注目されたブランドなんだ。今はイヤホン開発がメインみたいだけど、デジタルオーディオの周辺機器で培った経験があるから、音作りへのこだわりは強いはずだよ。10mm の二重磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用したダイナミックドライバーが積まれている。そうだったんですね。特定の分野で名前が知られていたブランドが作るモデル、期待が膨らみます。この D1 独自開発のドライバーが特徴なんですよね。10mm って言うとしっかりした低音が出そうなサイズで、多くの 1DD モデルに採用されていますよね。グラフェン振動板を使っているって聞いたんですけど、それってどんな特徴があるんですか？グラフェンはダイヤモンドよりも硬く、なおかつ軽い素材なんだ。だから分割振動が起きにくくて、歪みが少ないクリアな音が出せる。実際に定位感や解像度を重視した設計になってるようだね。グラフェンって聞くと高質な音がしそうなイメージだな。でも音質が良くても耳が痛くなったら嫌だよね。耳の妖精の私としてはそこら辺はシビアにいきたいね。ミミーちゃん、きっと大丈夫よ。D1 は医療プレートの樹脂を 3D プリントして作られていて、95% もの人の耳の形を研究して作られたデザインなんだって。へえ、ほとんどの人間をカバーしてるってことか。それなら私の耳にもフィットしそうだね。ミミーちゃん、忘れてるみたいだけど、耳の妖精はどんな形状でもフィットするように耳の形が変化するんでしょ？あ、そうだったわ。そうなの？それは便利だね。D1 はビルドクオリティも高いし、何よりラピスラズリサファイアのような色のフェイスプレートが個性的だよね。個性と知恵を象徴しているカラーらしいんだ。付属しているケーブルも単結晶銅の銀メッキだから、広域の透明感もしっかり確保されている。銀メッキケーブルが標準で付いているのは嬉しいですね。音のバランスはどうなのかな？私、ボーカルが綺麗なのが好きなんですけど。メーカーの発表だと、バランスの取れた3周波数、つまり低域、中域、高域がフラットに調整されているとのこと。特にボーカルはセンターにしっかり位置するようにチューニングされているから、愛ちゃんの好みには合うと思うよ。低域は深すぎず、でも適度な厚みがある感じだね。さて、ここからは比較モデルについてです。この2機種は最近レビューした中で5000円ぐらいまでの価格帯で印象に残った 1DD モデル。まずナイス HCK Tears は 10mm の高性能ドライバーによる温かみのある深い低音や内部構造が特徴。この価格帯ではとても完成度が高い。CCA フェニックスは 10mm 二重磁気回路ドライバーを搭載。明るくクリアな中高域、小ぶりでオールメタルボディが特徴。ということで早速音を聞いてみよう。音調整基準は D1 だよ。はい、それではサウンドチェックいきましょう。ボリューム上がります。
はい、サウンドチェックでした。ピンクの波形ティアーズは重低音の沈み込みが素晴らしく、グリーンの波形フェニックスは D1 同様中高域が目立つ出方をしていますね。ブルーの波形 D1 は低域は2モデルの中間っぽく、中高域から高域はフェニックスよりやや強めといった感じでしょうか。聞いた印象と一致するね。グラフだとフェニックスの方が高い音が強そうに見えるのに、実際は D1 の方が少し耳に刺さる感じがするみたい。D1 の 5kHz と 8kHz 付近にある2つの山が耳に刺さりやすい刺激として感じられている可能性が高いね。逆にフェニックスの 15kHz 付近の山は刺さりとはあまり関係なく、空間表現を豊かにしてくれる領域と捉えた方が自然だね。なるほど。15キロ付近の超広域がしっかり出ているおかげで、フェニックス特有の空気感や広がりが生まれているんですね。それに対し D1 は解像度を出すために5キロや8キロ付近のピークをしっかり出しているというのが個性なんですかね。そうだね。D1 は鋭い解像度を目指し広域に寄せたドンシャリ系。フェニックスは空間表現と中広域の輝きでボーカルを主役に変える明快さの代名詞ってところかな。そうなるとティアーズは深い重低音で音楽の土台を支える温かな没入感の守護者と呼ぶのがふさわしいかもしれません。 USB Type-C ケーブルで接続すれば NiceHCK 専用アプリを使って EQ 補正もできるので、単なる温かみ優先のモデルでないこともまた魅力です。どのモデルもダイナミックドライバー1機とは思えないほど質の高い個性が光っています。同価格帯のライバルと比較することで D1 の持つ独自のバランスがより鮮明になったね。刺さりやすい帯域にアクセントを持たせつつ空間の広がりを大切にする設計は非常にテクニカルだと言えるよ。さて最後に D1 実機を聞いた印象を話していこう。低域は標準的な出方、決して弱くはないけど中高域以上の出方にやや押される感あり、硬質な傾向なのでリズムは締まるしベースラインも追いやすい。波形では D1 の方が低域は出ているが、実際聞くとフェニックスの方がよく出ている。やはり中高域以上よりのチューニングが要因だろう。低域強めなミックスのアルバムだとバランスが整ってかなりいい。低中域から中域は比較の中で一番控えめ、減衰がやや早めなので 100Hz 以下の低域にフォーカスしてる印象。2キロあたりまでの U 字が綺麗な形でドンシャリ傾向。中高域はボーカルがしっかり前に来るので歌物中心で聴く人にはいい。メロディー系、サックス、ピアノなどはボーカル同様前に出てくる。ブラス系の立ち上がりがシャープ、 FM 音源系のキラキラしたエレピによく合う。広域はハイハット、ライドシンバルの響きが繊細。個人的にはもう少し抑えられている方が好み。クラッシュシンバルはややきついと感じることが多め。その他は波形からも見て取れるけど解像感は高い。細かい音もしっかり聞き取れるから定位がわかりやすい。ゲーム用途にも適しているというのがうなずける。全体としては中高域以上にバランスを寄せたドンシャリっぽい感触系、硬質な感じなのでかっちりした音が聞きたい人にはいいんじゃないかな。 CCA フェニックスに似た傾向だけどフェニックスの中高域以上の出方でも物足りない人には D1 の選択がベターといったところ。4000円台で買えるんだからこれって結構いい買い物になるんじゃないの？そうね。見た目の美しさと確かな技術力が同居している感じが素敵よね。そうだね。はい、ということで 1DT モデルコゾイ D1 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。